ここが好きだよ日本人へようこそ。世界に誇れる品質の日本の乗り物。ユーザー目線で考えられた便利な機能や繰り返し使用しても故障しない高い耐久性が世界でも好評なのです。メイドインジャパンといえば車を想像しがちですが、車以外の乗り物も高い評価を受けています。今回はその中から日本が世界に誇るある乗り物について紹介します。海外で愛される車以外の乗り物とは一体何だったのでしょうか。やあ、こんにちは。僕はディラン。サウスダコタ州でバイクディーラーをしている45歳だよ。アメリカの工業製品の中でみんなが思い浮かべやすいものといったら何だろう。現代っ子にとって真っ先に思いつくのは電子機器かもしれないね。アップルやマイクロソフトといった電子機器のメーカーは世界的に有名だからね。今やアメリカの中心はニューヨークではなくシリコンバレーなんじゃないかってぐらい電子機器やそれに付属するソフトウェアの開発が進んでいるよ。僕と同じかそれ以上の世代の人はアメリカと聞いて乗り物を想起するかもしれないね。アメリカは世界で初めて車を量産した国なんだ。フォードやキャデラックといったメーカーが作るラージサイズの車はアメリカのアイコンとして有名さ。さらに戦術のシリコンバレーでも車が作られているね。中でもテスラというメーカーは電気自動車の販売で世界的な地位を得たメーカーさ。21世紀になってから生まれたメーカーだけど、20世紀の前半に生まれた多くの自動車メーカーと肩を並べるぐらいに成長したのさ。今世界で最も売れているアメリカ車といって差し支えないよ。他にもアメリカらしい乗り物があるね。特に有名なのはバイク。アメリカ出身のバイクメーカーとして挙げられるのはハーレー・ダビッドソンやイーティアンなどだね。アメリカのバイクの特徴として車体と排気量が大きいということが言えるんだ。これは長距離移動に適した作りだね。アメリカはとにかく広いからね。町から町へ移動するだけでもかなりの距離を走ることになる。だから時間短縮のために直線が続く長い道でスピードを出すことが多いんだ。そんな時に排気量が大きいとエンジンの振動が少ない低回転域を保てるから楽に走れるのさ。さらに大きな車体もアメリカの道路事情に合わせているね。アメリカの道はさっきも言った通り直線が多いだろう。だから直進安定性を考えて長い車体になってるんだ。それだけじゃないよ。アメリカの道は荒れている場所も多いから路面から受ける衝撃を和らげる重さのある車体の方が安定して走れるんだ。この車体と排気量が大きいアメリカのバイクの中でも長距離移動に最も適したものがクルーザー。ハンドルの前に大きな風防がついていたり、後輪付近にパニアバッグがついていたりして長距離移動に必要な快適性や積載能力を兼ね備えているのさ。2人乗りが基本なんだけど、その中でも後席に背もたれがついたモデルは特別さ。後席に乗る人が運転手にしがみつかなくてもいいからね。2人が快適に旅行できる優れものだね。こんな風にアメリカには独自のバイク文化が根付いているんだ。バイク愛好家も多いね。僕の住んでるサウスダコタ州でもスタージスモーターサイクルラリーというバイクオーナーが何十万人も集まるイベントがあるんだ。自分のバイクをカスタムする人も多いよ。アメリカンバイクのカスタムの中でも有名なのはチョッパースタイル。チョッパーというのは余計な装備を切り落とした状態を指すんだ。見た目だけでなく乗り味も過激なバイクだよ。特にハンドル周りをすっきりさせるためにブレーキを取り除いてシフトをサドルの下に配置するスタイルは過激だね。僕自身もバイクディーラーを営んでいるだけあってバイクに乗るんだ。
アメリカ独自のクルーザーもいいけど、僕が今ハマっているのはドラッカーさ。クルーザーとスポーティーなネイキッドバイクの中間のスタイルを持つのが特徴のバイクだね。直線での加速に特化したマシーンだよ。もともと乗っていたクルーザーからドラッカーに乗り換えようと思って中古のバイクを探していたんだ。その時に日本のメーカーのドラッカーを見つけたよ。日本のバイクについては知っていたさ。日本のスポーツバイクはアメリカでも人気だからね。特にスズキのはやぶさは世界トップクラスのスピードを叩き出すスーパーバイクとして有名だね。インターネットでもはやぶさのエンジンを他のバイクやコンパクトカーに移植して改造車を作っている動画がよく投稿されているよ。ただクルーザーやドラッカーのようなアメリカンなバイクを好む僕は日本のバイクに興味を持たなかったんだ。でも日本のドラッカーを見つけて少し興味が出たんだ。さすがにアメリカのドラッカーやクルーザーには劣ると思っていたけどね。個性の強さで言えばアメリカのバイクが一番だからね。物は試しということで日本製のドラッカーを購入したよ。ヤマハの VMAX というバイクらしい。とりあえずテストライティングしてみることにしたんだ。もう驚きの連続だったね。侮っていただけあって日本のバイクの恐ろしさを思い知らされたよ。とにかく加速が暴力的なんだ。6500回転を超えたあたりから表変してパワフルな走りになるのさ。フル加速するのが恐ろしいマシンだったね。日本のバイクといえば優等生的なおとなしいものを想像していたのだけど、そうじゃなかった。こんな過激なバイクアメリカ人でも作らないよ。僕はそんな日本のバイクをすっかり気に入ったね。それからは日本のバイクについていろいろ調べたよ。日本のバイクメーカーは世界トップクラスの売り上げを誇っているんだ。ビッグ4と呼ばれるホンダ、ヤマハ、川崎、スズキのバイクは売り上げだけでなく故障が少ないことでも有名さ。アメリカで人気なのはスズキ、はやぶさと川崎、忍者というバイク。それぞれ高い走行性能を誇っていて、その上値段も安いんだ。いいことずくめだろう。このように良い商品を作ることで知られる日本のメーカーだけど、それだけじゃないんだ。日本のメーカーは販売する国の市場をよく調査しているね。例えばアメリカではハーレーライクなクルーザータイプのバイクを売っているし、ヨーロッパでは今流行りのアドベンチャーバイクというオフロードに強いバイクを売っているね。比較のためにハーレー・ダビッドソンのラインナップを見てみよう。昔は世界を意識したバイクを作っていたのだけど、今はアメリカンなクルーザーやボバーしか作っていないね。アドベンチャーバイクであるパンアメリカは画期的だと思うけど、日本のバイクメーカーほど世界市場への柔軟な適応はできていないよ。これはバイクだけでなく車にも言えることなんだけど、日本のメーカーはストイックなものづくりを得意としているね。まず驚くほどに故障が少ないというのはさっきも言った通りなんだけど、その品質は細部にまで行き届いているんだ。バイクや車の壊れやすい部品について解説すれば日本の凄さがわかるだろう。エンジンやブレーキなどの走行に関係する部品の故障が少ないのは当たり前のことさ。そういった部品が壊れやすいメーカーもあるんだけどね。でも走行に直接関係しない電子部品は壊れやすいと言われているんだ。ただ日本のメーカーはその限りではない。些細な故障も起こさない完璧なものづくりを徹底しているね。バイクや車はさまざまな企業の技術力を持ち寄って作るもの。メーカーだけでなく連装を担当する会社や部品を作る下請け企業の技術力も高くないと完璧な製品にはならないんだ。日本の企業が軒並み高い技術力を持っていることが伺い知れるね。日本のメーカーのストイックさは品質だけにとどまらないよ。バイクメーカーの説明で触れた通り、
商品を売る市場の研究も欠かさないんだ。その市場ごとに最も売れるであろう商品を送り出しているね。これだけ見ても日本のメーカーがハイクオリティだってわかるだろう。でも日本のメーカーはそんな現状にも満足してないんだ。常に新しい技術を取り入れることで成長し続けているよ。有名なのはトヨタのハイブリッドカーだね。トヨタはアメリカ向けに売り出したレクサスで世界的なブランドになったんだ。それでも満足することなくハイブリッドカーの研究を進めていたから今の地位があると言っても過言じゃない。僕が乗ってるヤマハのバイクだってそうだ。ヤマハは二輪バイクを作るだけでは飽き足らない様子さ。今は転倒しにくい三輪バイクの技術を研究しているんだ。中には商品化されたモデルもあるね。このように日本のメーカーはストイックにものづくりを極めてきたからこそ世界的な売り上げを叩き出すことができたのさ。シリコンバレー流の思考が流行っているけど、それよりも僕は日本人のストイックなものづくりを学びたいと思うよ。車と並んで日本が世界に誇る工業製品であるバイク。中でもホンダ、ヤマハ、川崎、スズキは4大メーカーとも呼ばれます。驚くべきことにどのメーカーも世界トップクラスの売り上げを叩き出しているのです。この人気の秘訣は何でしょうか。この4大メーカーは各メーカーの故障率の低さを比べたランキングでトップ4を席巻するほどの信頼性を誇ります。海外の他のメーカーと大きく差をつけて故障率が低いので、海外でも壊れにくいバイクとして愛されているのです。そして性能もピカイチ。はやぶさや忍者などは世界的にも人気なスポーツバイクです。そんな高いクオリティのバイクを安い値段で売っているのが何よりも人気の秘訣。海外のバイクのようにブランド料金を上乗せしないので、良いバイクが安く手に入ります。さらに市場に合わせた車種を送り出しているのも強みです。アメリカやヨーロッパといった西洋の文化圏からタイやインドのような東洋の文化圏まで幅広い市場に合わせたバイクを製造しています。バイク一つとっても日本人がものづくりにかける情熱がひしひしと伝わってきますね。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。視聴者の皆様のご意見ご感想をコメント欄までお寄せください。もしよろしければ高評価やシェアしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画をお楽しみに。